ございます。ありがとうございます。私ずっとちっちゃい頃からうちは貧乏だからねって言って育てられてるのいつもなんかやるとうちは貧乏だからってでそれをなんか保育園の時にうちは貧乏なんでって言ったらそんなことは言わないのよ、そんなことはないのよって先生に言われて、でもうち貧乏だよねみたいな話をしてたのでもね、母の感覚ってうちは貧乏だからっていう時の感覚がちょっと嬉しそうなわけで、なんかうふふみたいなで、それをさ最初はなんでか分かんなかったんだけど、大きくなって聞いてみたらずっと貧乏に憧れてたっつっててさうちの母は結構広いお家に住んでお手伝いさんがいて贈り物がたくさんあってみたいなお家だったわけで、その中で育ってきていろんなテレビドラマとかで見たりするみんなが肩寄せ合ってご飯食べたりさ、今日は何もないわよとか言いながら湯豆腐つついたりみたいな、なんかそういうのに猛烈な憧れを持ってたんだってで、東京に出てきて、父と知り合って、父は当時研究者で、大学院に進みながらバイトして、研究してっていう感じでさ、いわゆる絵に描いたような苦学生だよね。でそういう状況の父と出会って長いこと文通して、この人なら支えたいって思って学生結婚したんだよね。父が学生の時に、結婚した。で父のタイプはどちらかというと、僕は好きな研究ができれば河川敷に住んでもいいみたいなさタイプで、母は河川敷は嫌みたいなタイプじゃない。で母にとっては新しく始まった小さな部屋での2人の生活が新しいエンターテインメントというかな、新しい暮らしの遊び方みたいになったんだよね。で例えばさ、私覚えてるのがよくちっちゃい頃にさ、お母さんが銀行からもらってくる現金入れる袋あるじゃない。でそれを31枚もらってきて、で123って日付書いてるので、その中にお札を千円札を2枚ずつ入れて、で6万円ちょっとかな。で一切カードも持たず家族4人この6万円で新聞代とかガス代とか電気代含めて全部やりくりするっていうのが母の目標なんだよね。だから集金が来た時とかはさ、もう今日のお買い物もできないし、じゃあ今日はちょっと家の中である乾物を使ってご飯を作りましょうとかさ、あとちょっとその袋が2枚貯まった日、4000円貯まった日には、じゃあ市場に行って安くて美味しいものを仕入れたり、これ持ってっていいよってタダでもらえるものをもらったりとか、あと新しい家具とかもさ、そんなに買えないので木材を買ってきてホームセンターで、それで棚とか私のベッドとか全部手作りをしてくれたり、私のもうおしめの時代からそのおしめを塗ったり、なんていうの、ちっちゃな子の着る洋服とか、小学校時代のちょっとしたスカートとかワンピースとかっていうのは母が作ってくれたりしてたので、彼女にとってこの貧乏というのは節約ができるワンダーランドであり、節約というのは人間の生きる工夫であり、工夫こそ愛なんだよね。貧しいというお金が少ないという状況だからこそ、彼女にとってはより愛が放出できて、母の才能みたいな、それまでノコギリなんか持ったことがない、なんか縫い物なんかしたことがないで、お料理なんかもお家ではお手伝いさんが作ってくれるからしたことがないっていう人が、全部めちゃくちゃ限られた予算で最高にいいものを作りたいっていうさ、目だけは超えてる人だからさ、最高にいいものを作りたいって、より半端ない愛を放出するっていう機会になったんだよね。でちなみにこの母はさ、工夫とは愛でより愛を放出する機会をお金が限られてるからこそ、彼女はそれをクリエーションして、で愛を大爆発させてきたわけじゃない。家の中、彼女の工夫でいっぱいだったわけ。なんかスパイスラックとかもさ、彼女が
こうラベリングしてくれてるものがいっぱいあるし、すごい家族もなんていうの、暮らしやすいっていうか、どこに何があるのかはすぐ分かるっていう状況でさ、でそれをまた嬉しそうにさ、ここ見てこうしたのとかって、あ、すごいね、こんなこともこだわるんだみたいな、これがシンデレラフィットで、そうしてったらどうなるかっつってさ、これ私がもう一人暮らししてる頃は、父は就職をしていたわけですよ、一般企業に。その研究の分野が活かせる技術職として、就職をしたのね。で結局その会社でどんどんお仕事を任されていって、役割が増えていって役員になって、ある意味もともと彼女母がいたお家ぐらいの豊かさにはなってったんだよね。で例えば伊勢丹とかさ、いつもはさ、伊勢丹なんかで買い物できないななんてちっちゃい頃はさ思ってて、見るだけとかさ思ってたのはさ、伊勢丹の外商さんがうちに来てさ、ダイヤモンドザーッと見せるみたいな、買わないけどね。でもさ、それを見ながら私は、やっぱり父は何も変わらないでしょ、で母も変わらないのよ。でもエネルギーってこうやって変わっていくんだなっていう、3次元の物事が、そして3次元で出会う人も対応もね変わっていくんだなって思ったから、なんかその外の世界を恨むこともないし、外の世界を羨むこともないし、自分のエネルギーがこの今置かれた場所でどれだけ咲き誇れるのかっていうだけがマジで勝負だなと思ったの。今いくらお金があるとか、今何歳であるとか、今どこに住んでいるとか、今どれぐらい願いが叶っているとか、それ全部関係なくて、全部まっさらで、今この目の前にある今日という一日、今日という自分の周りにあるものをどれくらい心から見て楽しんで心に入れてエンジョイできるか、それを通じてリラックスできるかっていうことが大事なんだなってすごく思ったんだよね。なのでなんか豊かさというのもさ、一般的な豊かさの話ってあんまりできないんだけど、でも豊かさの裏側にあるのは必ず愛のエネルギーなので、そうだね。あとこんな質問もあったんだけど、でも愛があるとは思えない人が豊かな場合もあるんですけれどもみたいな。それはあると思うんだよね。別にお金は色はついていないっていうかさ、ゲームとして稼ぐことが上手っていう人がもいると思う。でもその稼ぎながら、それを使いながら本人の心の内側にどういう好奇が広がっているのかっていうのは本人しかわからないし、本当に愛を持って豊かになっていく人っていうのは、豊かになればなるほど心の中の愛も満ちていって、よくあるお金持ちになったけど虚しいだけみたいなとか、願いが叶ったけど何か足りないみたいな、そういう感じではないっていうかさ、この大自然のエネルギーってどんどん拡大していって、拡大した先でさらに繁栄拡大するインスピレーションや欲求やなんかwant みたいな、なんか純粋な want みたいなものが授かる、そういう大きな仕組みになってるんだけど、それが満たされた状態だからこそ見れる夢っていう形でこう拡大していく。でももし例えばゲームという感覚だったりとか、誰かを差し置いてこれを稼いでいこうっていう人の場合は、これが失う恐怖だったりとか、もっと稼がないと満たされない何かみたいなことをエンジンにして走らなきゃいけないっていう場合もあったりする。どっちを選んでもどちらのやり方だって正解だし、どちらのやり方だって全部創造主はそれを見たいと思って、それを経験したいと思って生み出してるから、どっちがいい悪いはないんだけどさ、どっちが好みかは私たちのエゴの視点から選べるから、私はなんかそういうエゴの視点から愛を拡大していくと豊かさが必ず拡大していくという人生の実験を
やってみたいなと思うし、母を見ていてあんなに貧乏に憧れて貧乏に願いが叶って貧乏になって貧乏を楽しんでいた人が結局、豊かになっていくっていうかさ、同じ旦那さんも変わってないのに豊かになっていくし、で今はね、父が亡くなった後、今度は私と一緒にさ、隣に住んでさ、孫と一緒に暮らせるみたいな現実が生まれてきてるわけじゃない。もうこれも彼女の毎日を楽しんでるから作られた現実創造だなと思うんだよね。素直に尊敬をしながらこう見ているんだけどさ、そうそう、貧乏イコール卑屈になりそうだけど、これもすごく思い込みだよね。だって、逆にお金があってみんな私のお金を目当てなんだろうってもし思い込んだら、お金持ちイコール卑屈にもなりかねないんだよね。だから貧乏イコール何を入れますかっていうのはその人次第で、貧乏イコール楽しさ、貧乏イコール愉快、貧乏イコール工夫イコール愛で、例えばやっていると愛がどんどん拡大していくから、愛イコール豊かさになっていったりするんだよね。イコール何にするかっていうのが自分の解釈というか、自分の物事の考え方。そうないの裏にあるをたくさん生み出されてる。本当おっしゃる通りだね。だからさ、私も今例えばこう料理とかしてる時にこれがあったらよかったのにみたいなのってあるじゃん。どんなに豊かになってもそういうことってあるじゃん。ちょっとマッシュルーム切らしてたとかさ、昨日もクリームパスタ食べたいって言われて、マッシュルーム1パックちょっと半パックあるんだけど、本当はもうちょっと入れたいんだけどなみたいな時に、よし、なくて困る波動域からなくても全然大丈夫な波動域に移行しようって思いながらマッシュルーム切ってんの。そうすると新しいアイデアっていうかさ、別にアイデアってほどじゃないんだけどさ、椎茸細かく切ったらどうかなと思ったら、ちょっと複雑なより香りがして、すっごい美味しいソースできたとかさ。足りない時に足りないっていうところにフォーカスして同調してチェって思うのも自由だし、足りない時に足りないから爆誕したあるの世界に移行しますって軽やかに移行するのも自由だし、楽しいよね。で、一度経験した波動域って絶対にまた経験できるから、例えばすごい今までもう最高って思ったりとかさ、あと例えば大好きな彼と、今はお別れしたかもしれないけど、大好きな彼と一緒に笑い合ってさ、もう本当に最高幸せって思ったエネルギーを自分の経験値として具現化したエネルギーがあるんだったら、一回具現化したエネルギーは何回でも具現化できるから、それがエネルギーだから、あのエネルギーになっていくように日常で自分の波動調整をしていけば、そのエネルギーは何回でも経験できるし、そのエネルギーが経験できるということは、それにしかるべき現実が目の前に広がっていくということは、やっぱり今日も自分のやるべきことは自分の波動調整っていうことだよね。自分のこれいいなって、これ今やりたいなっていうことを、しょうもないことかもしれないけど一個一個叶えていくっていう、シンプルだな、と思います。ちょっとそれをシェアをしときたいなと思ったのでお話をしました。またお伝えしていきたいと思います。それではね、またね。